一夜限りの関係を楽しんだ後、女性を殺害し食べてしまった男。プレイボーイの顔の裏に隠された怪物のような本性とは。1998年4月16日、イギリスダラム州ダーリントン。繁華街のパブには昼間から叫びたりになっている一人の女性が。彼女はジュリー・パターソン。ジュリーはこのところ精神を病んでおり、何日も家に帰らずパブで飲み明かしていることがたびたびありました。そんなある日、彼女がパブで知り合ったのはデビッド・ジェームズ・ハーカー。デビッドはバンドのボーカルをやっていたり、熱心に慈善活動に取り組んでいたり、非常に活動的な男性。彼と話すうち、ジュリーは自然とデビッドに惹かれるように。ジュリー、今日は俺の部屋に来てくれ。妖艶な声でそう囁き、ジュリーを自宅へ連れ帰ったデビッド。この後ジュリーは解体され、パスタと一緒に食べられてしまうんです。パブで出会った女性をお持ち帰りし、残酷な食人行為を行った男。魅力的な仮面の裏に隠された凶悪な一面とは。およそ人間とは思えないその男の凶行は、被害者となった女性の周りの人の人生をも崩壊させてしまうんです。おそうすけんちゃんです。やみやみこです。何よっていうアニメにハマってんすよ。チっていう。いや違います。今のはです今。つです今のは。つ丸でしょ。あんたが見てんの。チ丸。チ丸。はい。ちょっと引っかかるかなと思って見たんですけど、あれなんて読むんですかね。いやチ丸でしょ。チ丸？あ、丸を読むか読まないかの話。そうそうそう。知らない。知らないか。あれ見ました？アニメ。見た。あ、見た。あれ結構面白いっすね。津田健さんの声が渋くていいわね。地動説本当なんですか？タイムスリップしてきたあんた。ロマンあるよね。本当に世の中がこうだよって言ってるのに対して、自分のロジックとか科学的根拠で違うよって言えるっていうのがさ、かっこいいよね。まあもうなんかさ、今となってはさ、ことわざみたいにコペリニクス的展開って言われてるようなことのもう題材なわけじゃない。コペリニクス的展開が自分に起こるってさ、もう経典同地でなんていうの、みたいな、アハ体験では説明つかないぐらいの感動よね、きっとね。それを起こすっていうのがすごいわよね。自分だったら気づくかなって。私だったらなんかのうのうと生きてる気がする。その時代を。これって俺現代でも言えると思う。現代もこうだよねとかさ、あるじゃないですか。ある。つまり世の中の風説とか、そういうのに従う自分とか、ある意味同調圧力とかさ、全部そうだと思うんですけど、従ってるかどうかさえ気づかないからね。そういう前提を疑う姿勢っていうのをあそこから学べるなっていう意味で、ぜひね、皆さん見ていただければと。新しい読み方。本日ご紹介するのはイギリスで起こったあまりにも凄惨な殺人事件なんです。犯人はパブでお持ち帰りした女性を殺害し、その肉を食べてしまうんです。非常者じゃないのよ。いやなんかお持ち帰りってね、日常茶飯事というか、今日本でも起こってることだけどさ、よくよく考えると知らないその日ばかりの会った男についていくってさ、めちゃくちゃ危険じゃない？そうっすよね。判断材料が少ないですからね。この男はね、パッと見ると魅力的で、女性もね、そういった怪しさとか、そういう恐ろしい一面っていうのに全く気がついていなかったんです。子供たちを残したまま突然いなくなってしまった女性。心配する家族を絶望に突き落とすかのように、彼女は見るに耐えない姿で発見されるんです。ずっと見つからないもの。1998年4月、イギリスダラム州ダーリントン。恋人が数日帰らないんです。彼女は精神的に不安定になっていたので少し心配で、警察に通報してきたのはアラン・テイラーという男性。彼は同棲している恋人ジュリー・パターソンの行方を追っていました。ジュリーは離婚歴のある4児の母で、そのうち2人の親権が元夫のものになったことで、このところ精神に不調をきたしていたといいます。自暴自棄になった彼女はパブに入り浸る生活を送っており、数日帰らないことは決して珍しくなかったんです。しかし今回ばかりは恋人のアランもじっとしてはいられませんでした。なぜならジュリーが元夫の元で暮らす長女との面会の日になっても帰らなかったから。子供を何より大切にしていた彼女がその約束を破るとは思えず、アランは何か良くないことが起こっていると予感していたんです。子供の親権を取られてさ、自暴自棄になってたなんて言われたらさ、確かに変な気を起こしてないか心配になるわよね。そしてね、警察が捜査を進めると鍵を握っていそうな男の存在が浮かび上がってくるんです。
です。恋人のアランの通報を受け、警察がパブで聞き込みを行うと、何人かがデビッド・ジェームズ・ハーカーという男の名を口にしました。ジュリーの最後の目撃情報はデビッドと飲み交わしている姿だったんです。警察はすぐにデビッドに事情聴取を行いますが、彼はジュリーの失踪に関して覚えがない様子。彼女とはパブで会っただけだし、どうしてるかはわからないな。しかしその言葉が嘘であることはデビッドのアパートの状況から明白でした。警察が家宅捜索を行うと、彼のアパートには床や壁などそこかしこに血痕が、血が飛び散ったその壁には生きる意欲を失った、もう何も言うことはないという奇妙なメッセージの走り書きも、部屋にはジュリーの所持品も残されており、デビッドが彼女に危害を加えたことは疑いようもなかったんです。その状況でもデビッドはまだ容疑を否認していましたが、警察は粘り強く取り調べを続け、1ヶ月後ついにジュリーの居場所を突き止めます。1998年5月16日、ダーリントン・ホラムレーンの廃屋で発見された彼女の遺体は胴体だけの状態でした。デビッドは結果として殺人の事実こそ認めたものの、ジュリーの頭部や手足をどこへやったかについては一切黙秘。警察は以降も捜査を続けましたが、それらは現在も見つかっていません。なんでさ、遺体の場所を明かさないの？だって殺人の事実は認めてるわけじゃない。隠す意味なんてなくない？遺族への嫌がらせっていうかね、悪意による行動だと思います。そしてイギリスにはそうした犯罪者に対する罪を重くする法律があるんです。本日のメトラキーワード、ヘレン法について。2020年11月、イギリスで新たに施行されたヘレン法は、被害者に関する特定の情報を開示しない犯罪者の仮釈放を制限する法律。犯罪者が遺体の所在を明かしていない場合などに、仮釈放委員会に被害者の苦痛を考慮する法的義務を課すものです。遺体の所在を明かさない犯罪者は、依然として公共の危険となることが懸念されるため、仮釈放を拒否される可能性が高まるんです。ヘレン法は、1988年に殺害された22歳の女性ヘレン・マコートの遺族の働きかけで可決されたもの。彼女を殺害した犯人は遺体の所在を隠したまま亡くなっており、現在も遺体が見つかっていないんです。ジュリーの手足や頭部の行方について黙秘を続けているデビッドは、2021年ヘレン法によって仮釈放を拒否された最初の犯罪者となりました。事件から20年以上が経った現在も遺体の存在を明かしていないデビッド。罪に問われても一切反省しない悪の権下のようなその男に、なぜジュリーは騙されてしまったのか。プレイボーイ。1998年4月16日、ダーリントン・スタンホープパーク付近のパブでいつものようにお酒を飲んでいたジュリー。その隣には坊主頭のワイルドな雰囲気の男が。そう、デビッドでした。インドは経済格差が大きくて、街にもホームレスが溢れてる。困ってる人のために俺にもできることがあると思うんだ。デビッドは非常に正義感が強く、事前コンサートを企画したり、インドでの事前活動の計画などをジュリーに話していました。それでいて普段はパンクバンドのリードボーカルを務め、パブの客の中でも異彩を放っていたデビッド。すごいわ、デビッドは本当に活動的な人なのね。ジュリーの目にはデビッドが過去に関わってきた男性の誰よりもずっと魅力的な男性に映っていました。ジュリー、俺の部屋に来ないか。デビッドが甘く囁きかけると、ジュリーは迷うことなくその誘いに応じたんです。いやいや、ちょっとこれ言っちゃ悪いけど、めちゃくちゃうさんくさいじゃないのよ。ジュリーもジュリーで浮気しちゃってんじゃない。このデビッドっていうのは女性に困ったことがなかったとね言われていますから、初対面で見た時に一見ね怪しくはなさそうに見えたのかもしれないんですよね。あとはジュリーはねその時ね精神的にこう辛い状態にあったとも言われていて、そういったのがね重なってたんじゃないかなっていう風に言われてますね。こうしてデビッドのアパートへ足を踏み入れたジュリー。二人はそこから何時間も行為を繰り返しますが、ある時点でデビッドの態度は一変しました。この女、そろそろ飽きてきたし殺すか。そう思いつくと同時にベッドの上に脱ぎ捨てられていたジュリーのタイツを手に取ったデビッド。何？彼はそこからジュリーの体を無理やり押さえつけ、その首に巻きついたタイツを思い切り締め上げました。そもさ、飽きたとか言ってる時点で胸くそ悪すぎるんですけど、何飽きたから殺すってどういう理屈なわけ？そもそもねこのデビッドという男にはですね殺人犯への憧れがあったんですよ。多くの女性を魅了したその仮面の裏にはとんでもない危険思想が隠されていたんです。植え付けられた危険思想。
デビッドがダーリントンへやってきたのは事件の3年前の1995年のこと。同時に近隣のパブへ出入りするようになった彼はすぐに店の中で注目を集める存在に。デビッドの坊主頭には人間以下、無秩序とアウトローな雰囲気を醸し出す2つのタトゥーが一見怖そうに見える。そんな外見とは裏腹に知的で思いやりのある振る舞いをする彼はそのギャップで女性から非常にモテていたんです。しかしデビッドのその顔は女性をお持ち帰りするための演技に過ぎませんでした。出ていけ、もう二度と来るな。ある時デビッドに向かい顔を真っ赤にして叫んでいたパブの店主。その日デビッドは店で他の客と暴力沙汰を起こしていたんです。実際のデビッドの性格は癇癪持ちで店で飲んでいる最中につい本性が出てしまうことも珍しくありませんでした。デビッドは時折見せるその粗暴な一面によりダーリントンのパブを何軒も出禁になっていたんです。結局ジュリーの前で見せてた姿っていうのが全部演技だったってことよね。女性をね口説く時は紳士なんですけど、実際はねめちゃくちゃ嫌なやつだった。パブの客としばしば暴力沙汰を起こすことがあったデビッドですが、それもまた彼の狂気的な面のほんの一部でしかありません。デビッドが隠し持っていたさらに危険な一面は殺人鬼への異様なほどの憧れ。日々女性を口説きにパブへ出かけていたデビッド。彼がそれ以外の時間で没頭していたことはスプラッター映画を何時間も連続で視聴したり殺人に関する本を読み漁ることでした。殺人鬼が登場する作品が好きなだけなら異常とは言えませんが、デビッドは殺人犯に関しては法医学者よりも知識が豊富だったといいます。彼は取り調べをかいくぐる方法や刑務所でうまく立ち回る方法など真っ当に生きる人ならまず必要ないであろうジャンルの本までくまなく収集していました。そしてデビッドの殺人への憧れが本物だということはジュリーの殺害によって証明されることに。デビッドは彼女を殺害した後その事実を28人もの人物に自慢していたんです。警察がパブで聞き込みをしてすぐにデビッドの名前が上がってきたのも彼自身が殺人の事実を言いふらしていたためでした。いやちょっとこれは確かにさ、単なる殺人鬼オタクっていう域を超えてるわよ。これもほっといたらジュリー以外もどんどん殺してたんじゃない？気になるのはデビッドが危険思想を抱くようになったきっかけなんです、実は彼の幼少期のね環境っていうのは殺人鬼が育ってもおかしくないような場所だったんです。それはまだデビッドが年場も行かない頃、彼は父親と2人でチェスタールストリートの野原へやってきていた。デビッド、今日はあいつが相手だ、やれ。そう言い放った父の視線の先には一匹の野犬が。デビッドが一歩前へ出ると野犬は殺気を察したかのようにうなり声を上げ始める。そして勢いよく野犬に飛びかかったデビッド。彼はその犬にしがみつくと何度となく拳を叩きつけた。しばらくするとそこには血まみれになった野犬の死骸と肩を上下させて息をするデビッドの姿が。よし、よくやった。こいつは今日の晩飯にしよう。誰がどう見ても異様なその光景は幼少期父親がデビッドに行っていたしつけ。デビッドは野犬と素手で戦わされ殺せば父親に褒められるという何の意味があるのか全くわからない教育を受けていたんです。そんな父親の影響で幼少期から生き物を傷つけることが癖になっていたデビッド。とても正気でいられるとは思えないその環境で育った彼の暴力の対象がやがて人間に向かっていくことは当然の流れだったのかもしれません。そして幼少期から野犬を殺して食べることがあったデビッドは殺人を犯した際にも同じことを試してみたくなりました。1998年4月16日、何度も性行為を交わした後、ジュリーを殺害したデビッドは地下室にその遺体を運び、腕や足、頭を切り落として解体、太ももの肉をそぎ落とし、パスタと一緒に炒めて食べたんです。ちょっと壮絶すぎてさ、なんか普通飲み込めないんだけど、何？小さい頃から犬殺して食べてたってさ、しかもね、ジュリーの遺体もパスタと一緒に食べちゃったって言うけど、異常とかそんな言葉じゃ片付けられないわよこれ。育った環境から何まで僕らの想像の域をね超えてますよ。わかんないもん。でもこんなね環境で育ったデビッドが女性からモテてたっていうことも含めてちょっとなんか恐ろしいですよね、対比じゃないですけど、1999年2月、ジュリー殺害の罪で有罪となったデビッドに下された判決は最低14年仮釈放なしの終身刑。責任能力が考慮され減刑された上でもその刑は依然として重いものでした。裁判では殺人鬼が登場する作品に影響を受けていたデビッドに
に次のような質問も行われました。あなたは映画羊たちの沈黙に影響を受けてこのような犯行に及んだのではないですか。するとデビッドは言いました。違う、羊たちの沈黙が俺の影響を受けたんだ。2020年に施行されたヘレン法によって事件から20年以上が過ぎた現在も仮釈放を認められていないデビッド。しかし彼が塀の中でおとなしくしている最中にも事件は多方面に影響を及ぼしていました。被害者ジュリーの恋人だったアランは事件以来アルコール依存症になり精神を著しく病んだ結果2006年に友人を殺害。彼は犯行動機をデビッドに復讐するため刑務所に入りたかったと述べましたが、間もなくして獄中で自ら命を絶ってしまいました。またジュリーの元夫も自殺を選び息子は強盗の罪を犯して逮捕。デビッドが起こしたあまりにも凄惨な事件は確実に負の連鎖を呼び被害者ジュリーの周囲の人々の人生を崩壊させていったんです。殺人事件は犯人が逮捕されればそれで一件落着などというものではなく、悲しみを抱えた遺族がその後の人生を台無しにされてしまうことも多々あるんです。もしあなたの大切な人がデビッドのような卑劣な犯罪者の被害に遭ってしまったら、あなたはその悲しみとどう向き合いますか？